The food is very authentic, like real Mexican American food. アメリカにいた時に自分をショーしろ、自分ができることをちゃんと見せなさいっておばに言われたんで、お客さん喜んでくれたら一番なんじゃないですかね。あ、すいません。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。もう撮ってるんですね。本当です。よろしくお願いします。ミッションがありますか？お願いします。キャップはそれ毎日変えてるんですか？毎日気分で買いますね。いくら普段着が仕事着なんで、普段被らなくなったようなのを店で下ろして被るんですけど。野菜系はヤオシンさんって言ってすぐ近くなんですけど、メインの食材はアクト昼食さんで、お肉屋さんはボンズっていうとこから。毎朝生もの水通すんですよ、僕。洗ってからそうですね、ぬめりとか、鮮度とか、お客さんに出せるかどうかって、毎朝確認しとかないと。はい。今日だよね。お願いします。ありがとうございます。はおはようございます。お願いします。役割でいうと、甲斐さんがキッチンとそういう感じなの。もう全部こっちです。お金は一切触らないです。じゃあさんがさ、ホールというか。お金と経営とドリンクとお客さん全部さばくから。前菜からデザートまでトータル的なもうレストランとして僕らオープン当初から目指してやってますし、デザートもできることは全部やりますね。アイスクリームも自家製でやってますし、できることは。そうなんです。はい。何作るんですか？今からはタコスの牛肉の仕込みですね。とかブリトーに使うお肉、牛肉です。いつも3つ同時並行なんですか？3つですね。だいたい1袋が1キロなんで4キロ。ちっちゃい頃からなりたかったんですか？そうですね。僕小2の時に初めてアメリカ行っておじのお店と、最初に食べたステーキがやっぱ日本だったらこんな薄いじゃないですか。あれがこんなんだったんで、衝撃だったんで。今兄貴喋ってますけど、思いは一緒でやってるんで楽ですよね、分担作業でも。そうやって作りたいっていうのと経営したいっていうのが別だったんですか？いや、僕がサンディエゴいる時に兄が訪ねてきてくれて、2人でやりたいねっていう話をなんかフラッと行ったカフェで喋って、じゃあ僕はこっち突き詰めてやるんで、だからうちの兄貴は経営とお金をなんとか、僕が苦手なとこをやってくれますし、多分できないこと僕やってますし、ちょうどいいんじゃないですかね、多分。一回一回シンク磨くんですか？もちろん熱いうちに磨かないと綺麗にならないんで。
いですか？これ使って転送して、でこれだったら顧客管理もできるんで、もうちょっとで使えなくなるんで、今確かに。ブルーですね。店内は結構カルチャーショック強いような店内。ああ、そうですね。これはもうトシさんがそうですね。僕と弟が好きなものでとか、家に収まらないものを持ってきて飾ってるような感じ。もう味付けと。何キロぐらい今これ。これ今回12キロ。その時によって12だったり10だったり、連休前だったら20だったり。これも基本テイクアウトの人が全部力入ってるな。はい、全部やります。業者にやってくれとかは絶対ないと。僕が合わせたケイジャンスパイスとか、はい。パプリカパウダーとか、逆に塩とかはほとんど使ってないんですよ。メインのメニューのお肉によってはスパイス使えます。アメリカ行くたんびにスパイスと唐辛子は絶対買って帰るんで、もう合わせたのが自分で。が一部ですね。あとこういったものによって変えたり。油麺はようやく最近日本で真っ先に売れてほんまにコンロ周りがすっごい綺麗。本当です。でもこれ基本ですよ。でも自分がここ座ってて拭けばいいのになとか、鍋来たなとか、お客さん絶対見てると思うんで、だからここうちの店だったらこれぐらいついたてしてるの嫌なんです。手元も見てもらいたいです。僕の作る姿とかそのライブ感見てカウンターしか嫌だって言ってくれるお客さんもここ最近増えてるんで。お醤油？そうっす。こうしたらもっと美味しくなるのにな、こっちの方がいいのになっていうのはめっちゃいろいろ試行錯誤してます。基本的に僕醤油人間なんで、塩でがっつり塩味くるよりこいつ入れた方がお肉自体も柔らかくなりますし、味的にも僕は好きなんで。それも入れるんですか？入れます。これ生ビールです。ビール酵素じゃないですか。やっぱ煮込みって柔らかくなるし味にもなるんで僕は入れます。今やってるお肉って基本的にラードとかオレンジ、マーマレード、あれを入れるのが通常のレシピなんですよ。これも全部知ってるんですけどギドギドになるしパサつくし、僕は嫌な部分は外して提供する時にオレンジのスライスとか好みで絞ってもらえば、こいつに味付けなくても持ってった時にオレンジの皮と香りがくるんで全く一緒なんですよ。だからメキシコ人がめちゃ褒めてくれます。料理人歴でいうとどれぐらい飲食を？ 18からなんでずっとですね。もう高校出られてから。はい。最初は京懐石のお店です。え？懐石料理？和食です。僕が小2の時が初めてで小6で、その時におじがさっきのレストランずっとあっちでやってるんで、将来何したいかって考えた時にやっぱおじみたいな自分のレストラン持って自分が出したもの、プライド持って出したものに対しての正規のお金いただいてプラスチップ社会じゃないですか。それをやっぱ見て、なんで平日ランチせんのってよくお客さんに言われますけど、やりたくてもできないぐらいの仕込みもあるし、せっかくこれ食べに来たのに今日ないんすよって言いたくないんですよ。だってそれ食べに来てくれてるのにそれって裏切りじゃないですか。だから僕は兄貴もそうですけど、信頼だったりやることをやっていただくものをいただいて、その対等でいたいっていうのが本心です。
ったら20だったり。結構乱雑っていうか割とメニューとかってはい都度変えたりとかもあるんですか？そうですね、今はコロコロは変えてないですけど、出したいものは週1回のウィークエンドスペシャルで必ず出してますし、この10年間ぐらいはずっと休まず、すっげえ僕らが自信たっぷりに出した商品が意外に出なかったり、面白いですよ。コンサルもされてるんですか？実はコンサルしてますね。その店に合ったメニューを考えてます。飲食店の種類問わず、はい、お店を考えるのが好きなんで、18年やってきて、どんなお店も結局最後ってあるじゃないですか。引き際考えた時にこの店の名前がなくなるのって悲しいなって思ったりするんで、ホットソースだったりとかコンサルで考えたもんがこうグラフィティで残ったらなんかいいなっていう思いで。あったこれ。これコールスローです。全部ってことですね。一連の調味料とか忘れるってことですよね。そうです。7時に1人来て、7時半に3人来て、取れないんで。そうですね。いわゆるサイドメニューみたいなものももう全部甲斐さんが。はい。やります全部。自分が美味しくないもんを出したくないんで、コールスローも日本のコールスローはマヨネーズ入れるレシピが結構多いですけど、僕はマヨネーズ絶対使わないです。今ドレッシングと。そうですね、ドレッシングとビネガーだけですね。あと塩コショウだけで。で2日以降は絶対出さないですね。もう2日に一遍この量仕込んで。今日もすごい綺麗にするね、気持ちいいわって言いながら。いやもう無理です。なんかうちも大掃除しない。どこに何があるかな。みんなで把握してる。ほぼほぼ9時ぐらいから2時までは絶対やりますし、もうこの作業するって決まってるじゃないですか。もう絶対やりきって。休憩は普通にもうここら辺で。そうですね、もうそこで綺麗にして。僕は特に昼寝がないとダメな人なんで、持たないですね。あ、もちろん。はい。これでもメニュー数は少なくなったんですか？そうなんです。甲斐さんそれは測るんですか？これを測ります。やっぱタコスのこれ2ピース分なんで。家じゃないです。行きつけのお店が、今日の具は少なかった、今日の具はめちゃ多かったとかなったら、やっぱ離れる時って味か量か金額だと思うんで、食べ方で大体わかるんで、あ、好きなんだなとか。特に外国人のお客さんは正直なんで、食べてガッツポーズしてくれる人もいますし、広島に2日3日のうちの1回の食事に選んでくれてるんで。こう工夫されてるんですか？取りやすいように一応全部どこに何があるかはもちろん覚えてますし、配置を変えないです。そしたらアルバイトにあれ取ってこれ取ってもみんなが共有できるんで。これはタコスの具材で、ステーキ、お魚でサルサ、この辺は前菜でよく使う食材で、野菜、あとはもう取りやすいようにしてあるぐらいですか。
じようなソースです。これです。何に使うんですか？これ何でも料理に合います。タコス、ブリトー、お好み焼き、焼肉、バーベキュー、天ぷらでフライ、揚げ物とかサラダもドリンクにも。17年間やってきたことは、1日オープンしてこうお客さん来るじゃないですか。あれで1組目から一番最後のお客を頭の中で思い出すんですよ、寝る前で。何が出たか、どういう店の状況があって、どこでリズムが狂ったとか、あのタイミングが良かったなとか、ああいうおさらいは常に頭で一回一回忙しくても暇でもやってます。そしたら何かあった時、こうなんていうんですか、満席で例えば週末応用の仕方も変わってくるし、あなたが食べてる間を僕らサポートしてるんですっていう思いなんですよ。それがサービスで、値段を安くするのがサービスじゃないんですよ。量が多いんなら減らせるもんは減らして、その分他のもん食べますかとか、これだからこれができないじゃなくて、じゃあやってみましょうかから始まるのがサービスのきっかけじゃないけど、ああいうことがサービスだと思ってるんで。出とったけど、行ったら違くねみたいな多いじゃないですか。なんかすごいめっちゃ自由。作るもんじゃなくて、やっぱタコスとブリトーに入れるトマトです。この中のぐじゅぐじゅ取らないと水気が出るんで味が変わっちゃうんですよね。時間かかっても切るようにしてます。この年まで、料理人を続けられた何が一番理由と思いますか？作って美味しいって言われるのと、自分が食べたものを作って食べてもらえることじゃないですかね、やっぱ。あと作るのが好きっていうのが一番だと思いますけど。どういうところが料理を作る楽しさありますか0から99用意して、で1で完成さすじゃないですか。その過程はやっぱ好きですね。トマトも切り方一つで全然違ってくるじゃないですか。どの職種でもそうだと思うんですけど、日々勉強じゃないですか。昔のレシピそのままやっても納得しないことも多いですし、Google で検索して最近のレシピ検索することもありますし、それに自分のレシピ掛け合わせて自分のもののレシピにするっていう作業が好きです。アメリカに行った時に自分をショーしろって自分ができることをちゃんと見せなさいっておばに言われたんで、料理って頼んでもらわないと作れないわけじゃないですか、レストランだったら。お客さん喜んでくれたら一番なんじゃないですかね。ホースラディッシュって言って、西洋わさびです。サラダ系に使いますね。ケサディアって言ってチーズの入る、これももうコースなんで用意しとかないと、その都度やっちゃうと間に合わないですよ。満足度も高いし、理由がいいんじゃないかな。
昔はこれフォークでやってたんですよ。本当はこれプルドポークっていうフォークでこう裂きながらやるんでプルドっていうんですけど、時間かかるんで、うちまたオーダー入ったら火入れるんでまたほぐれるんで、ある程度までほぐして終わりにしてます。そうですね、チリビーンズ、ポキ、ポップコーンシュリンプ、この辺の前菜は絶対食べてもらいたいなっていうのはありますね。あとはまあタコスも2ピースオーダーなんで、2人だったら1個頼んでもらってシェアしてもらったり、ブラックエンドステーキ、ポークリブ、魚もんだったらソードフィッシュ、あの辺はぜひ食べてもらいたいなって。多分他では味わえない味付けになってるんで、海外の方も日本人の方もリピーターめちゃくちゃ多いんで、ぜひおすすめしたい商品かなとは思います。もう10年ぐらい、もう10年以上かな、多分。何が一番気に入ってお店はこう通われてますか？ So the food is very authentic, like real Mexican American food. The guys here are so cool, nice atmosphere, and he's always cooking, very quiet but nice guy. And burrito always perfect, yeah, cut etc. Oh, you like it? 幸せ。は
ありがとう。はい。自分で料理するからだから、でもメキシコ料理はちょっとこんなに美味しくてできないからだからたまに来るね。バッファローウィングスね、すごいソースとかめっちゃ美味しくて、でも私はねブリトー、スパイシーチキンブリトー大好きです。ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。はい、じゃあね。さすがそれできたらカウンターさんスタート。よこれサルサかけて玉ねぎやって系はちょっといやでももっと田舎に行くとやっぱりWhat do you say? And the poke. Poke. Tuna and avocado poke.はい。あまり入れるやつ。さくらセット終わったらね。チリビーンズが4番。これどうやって食べるの？こっちも早い感じ。食べれない。うまい。We're here for 2 weeks, but we move to Osaka tomorrow. It's true. That's good. Yeah, very good. Thank you. Have a good night. It's my dad. Super nice. How long stay in Japan? 10 days. 3 months. 3 months? 3 months? Yeah. My dad chose. In Japan, for example, for sushi and udon. He loves spicy food.
Japanese food's really nice, but Mexico it's not very spicy. This is nice. Let's not have the extra. I try all the sauces. そうですね。毎週来てます。毎週末、ウィークエンドスペシャルって、金土日で展開してるメニューがあって、ここのお店の魅力もちろん料理も美味しいですし、つとしさんとか、かいさんとか、すごくよくしてくれるのと、バイトの子たちもすごく気がいい子たちばっかりなので、すごくアットホームな感じでいいです。あと、お願いします。お味はいかがですか？最高です。お好きなんですか？そうですね。ほとんどの多分料理にはかけます。味変で。ホットソースなんで、辛いソースなんですけど、すごいいい味変になりますね。美味しいです。ジョッキ2つちょうだい。France. How long stay? Week and a half. We had a lot of Japanese food, so tonight it's Mexican. Yeah. The steak is very good, and the tomatoes, the sauce, everything. The tortilla, it's with corn. It's amazing. Very good. We say d'expliquer? He doesn't speak English. You like it? Yeah. おいしい。Salud, salud. USA. USA! Oh! 4. Day 4! Day 4. Really good. Very good. Yeah, I like the vibes. A good, a very fun environment. So. Have a good night. Thank you. It's nice to meet you. Thank you. Nice to meet you guys. See you Japan. Bye bye. Thanks. 基本的にほぼ食べてくれるんで、うちの料理。ほとんど残って帰ることないんで。食べられてる人のスピードとかを見てるんですか？見てます。5、6品頼んでもらって、一気に出せたとしても、せかすのも嫌ですし。わかるんですけど、やっぱ忙しくなったらどうしてもなんか、もう出したいってなりそうな。もうそれは感覚と、あとは予約で1時間しか席、それでよかったらってお通ししても、やっぱ気にはします。それがやっぱ僕ができるサービスなんで、あとはあっちに任せてます。今何年ぐらいになるんですか？私2年。このアルバイトですかね？アルバイトです。なんかここ2年も続く理由とかがあれば。海外の方が多くて、私英語使うのが好きなんで、あと雰囲気も好きですし、お客さんと楽しく会話できる環境がすごい好きです。カイさんとすごい改善とかされると思いますね。どんな方ですか、カイさんは？カイさんはすごい丁寧で、仕事もきっちりこなす人で、全部計画的にやってくれるんで、私はカイさんの言われた通りにやるだけでできます。優しいです。はい。働きやすいです。すごい。
な風に楽しく働けてます。常に新しいものって生まれてくるんで、それをいかに取り入れるかとか自分たちの店に反映できるかがやっぱキーポイントじゃないですけど、うちはハンバーガー屋だからタコス屋だからとか関係なく、やっぱいいものはいいし、作れるもんなら作って一手間でも二手間でもかけて美味しくなればやっぱ一番なんで、入れてくれって言ってっていうメニューの組み合わせあるけど、帰った後ちょっとやってみようって言ったらいけるじゃんっていうのもお客さんから教えてもらったりすることも多々あるですね。それで美味しかったら僕は正解だと思うんで。行くだけで全然綺麗そうだし、やっぱアメリカのおじのレストランで刺身用のネタ用のまな板そうだ全部作られて、で夕方からこれを常連さんは最後飲みながらああだこうだ言いながら僕と見て帰られるのがルーティンのお客さんもいます。冷蔵庫オープン当初から何回か壊れたりはしてますけど買い替えてないです。18年目ですね。もうそろそろ限界は限界だと思うんですけど多分青いじゃないですか。で汚れも詰まってないんで全部きれいに出てるんですよ。汚い店はあん中にカスが溜まって掃除してないんで変な形と色があんな色じゃないです。これこそ例えばスタッフさんとかにやらせないです。社員の時もやらしてなかったです。あっち見てもらったら油もんとかフライパンとか、あとここの五徳っていうんですけど洗ってあるんですけど、ああいうのはやらせますけどここやらせないですこれはある種ポリシーというかこだわりというか、後から言うの嫌じゃないですか。やらせといてお前きれいにせえやとかここ汚いよとかだったら自分でやった方がいいんで、僕が終わったぐらいにこうやって終わっているっていうのが理想ですよね。そういうのはアルバイトの子たちに教えて、僕が納得するようにこうやってねってできるようにやってますね。でもなんかホットソースで YouTube チャンネル作ればっていう人も結構いて、まあそのレシピだけを永遠にやって面白いから。永遠に日本人味
外人みたいな喋れて、毎日のルーティンです。ご自宅にいるときは仕事終わって家帰ったらもうすぐシャワー浴びてご飯食べて、ネットフリックスがほとんどですかね、自分の時間で。何時に寝るんですか？ 1時半、2時半、日によったら3時とか。2時半起きるのは7時45分ぐらいですか。 4時間ぐらいですね。だから昼寝も必要ですし、そうですもうルーティン、これでほぼ終わりです。これあとお湯はこれはこれは排水口詰まり予防です。あとは家の残り洗って、あっちも一通りきれいにして終わりです。ふとしさんとカイさんってどんな人ですか？なんか厳しいけど、愛は深いですね。よくメキシカンの専門店だと思われがちなんですけど、カリフォルニア料理を中心としたメキシカンのお店になってます。タコスブリトーだけじゃなくて、本当前菜からデザートまで他では本当味わえないようなメニュー構成にしてるんで、ぜひ興味がある方は足を運んでもらいたいですね。至って18年間やっぱアメリカっていうのは僕らの第二のふるさとみたいな感じで、やっぱいつ帰ってもこう当時のままの刺激をもらえる場所なんで、行ける限りは足を運びたいです。寝かすよりは働かして夜中に僕らもシェアしまくって。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。